はい、どうもこんにちは。交差点で曲がるときにウインカーを出さないやつを見るとイライラする。よろしくお願いします。はい、ということでですね、本日はですね、皆さん、メッキパーツって興味ありますでしょうか？私はですね、ワゴン R、またはラパンに、全部ではないんですけれども、ところどころポイントでメッキを入れたいと思ってるんですね。そして、メッキを入れたいんだけども、メッキ加工って高いじゃないですか。さらに、じゃあ自分でメッキ調のスプレーとかを塗るとただ単にシルバーになっちゃったりとか、そちらなんかが懸念事項であると。塗料なんかで本当にメッキ調になるものがあるんですけれども、非常に高価なんですよね。なのでなんかいいものがないかっていうので探してたんですけれども、今回ですね、興味が湧いたものがありましたので、そちらをですねご紹介したいと思います。本日はメッキじゃないものをメッキにする動画となりますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで今回メッキじゃないものをメッキにするアイテムはこちらです。はい、ということでこちらなんですけども、こちらですね、こするだけでメッキ感、こすって銀さんということで、こちらはちょっと初めて買ってまだ開封もしてないんですね。そしてどうやらやり方を見ると、まず下地を作って、そして艶のある黒にする。そこからこの中に入ってる粉状の魔法の黒い粉というものがあるようで、そちらをすり込んでいくと。そして磨けば磨くほどメタリック度が増してメッキになっていくというのがあるそうなので、早速こちらを開封してですね、実際にどこまでメッキになるのかというのを検証してみたいと思います。はい、それではじゃあ早速開封をするんですけれども、これなんかどうやらホビーパーツ系で昔から結構あるようなんですけれども、私はねここ最近気づきました。はい、そして開封しました。開封したらこちらのマスクと、これウエスかな、ウエスが付属されてまして、さらにこの怪しいグレーのこれ粉なんでしょうね。決して白い粉じゃございませんので勘違いしないようにしてください。それを今回ですね、車体でやるとちょっと分かりづらいんで、今回1人なのでこちらのプラスチックのプレートを2枚ほど準備しました。1枚をですね、粉をつけてですね、実際にどうなるのかっていうのを検証してみたいと思います。はい、それではですね、こちらのこすって銀さん、こちらを実際にやっていくんですけれども、お値段はだいたい送料含めて1500円で購入しました。正直1500円でメッキにできたら嬉しくないですか？私は正直だいたい本格的なメッキの塗料なんかを購入すると平気で1万2万3万とかちょっとの量しかないんですけど、ものすごいやっぱ料金が高くなってしまうので、とりあえずこの1500円っていうのでどんな感じかっていうのをね試してみたいと思います。そして私の場合はこのこすって銀さんをメッキにした後に粉体皮膜を作る感じになるので、そのまんまだとおそらく取れちゃうと思うんですよ。なのでその上にメッキを塗ったらどうかっていうのも実際にね検証してみたいと思います。はい、それでは早速作業を行うんですけれども、一応この2枚のプレートがありまして、1枚はそのコステ銀さんを塗ってみる、そして1枚はそのままの状態で元の状態がどういう風なのかっていうのを比較するために並べております。一応こちらですね、全く同じプレートの1枚のプレートから2分割してカットしたものになります。なので全く同じです。そしてじゃあまずこのこすって銀さんをやる前に、一応こちらをですね、真っ黒のプレートで、つけてない真っ黒のプレートで艶のある状態の、これは樹脂の素材の
艶あり加工にされているんですけども、こちらをまあボディと見立ててですね、早速やってみたいと思います。まずはこちらをよく脱脂しましょう。よく市販で売ってるシリコンオフとかで大丈夫だと思います。こちらをまずよく脱脂して、でしっかりね乾くまで拭き取りましょう。はい、拭き取りました。そしてこちらの粉状のものを出します。ちょっとねセロテープが取りづらいですね。これみんな知ってたのかな、コステキンさんって。私本当にね、どうにかこうにかグリルのメッキをどうにかしたいなって思ってたんですけど、高いんですよ。すごい高いところだと3万とか4万とか平然としてて、やっぱりどうしても高価なジャンルになってしまいますので、なかなかねメッキができないというのでちょっと悩んでました。はい、蓋を開けたらですね、本当にグレーですね。グレーの粉状のものが入ってます。これくしゃみとかしないようにね気をつけてください。そしてこれウエストだと思うんだよね。ご丁寧にねウエスト手袋も入ってました。なので手袋もじゃあつけちゃいましょう。マスクはマーブラはいつもね動画撮影の時は黒のマスクをしてますんで、マスクは自分のやつを使いたいと思います。おそらく粉体皮膜なのですごいパウダー状なんで、粉塵が舞うと結構体の中に入っちゃったらあんまり無害ではないと思いますので、必ずねマスクはしておきましょう。はい、そしたらですね早速、この付属のウエスでまずこっちの蓋の方の、ね、やつを粉を取って、これぐらい適量を取りました。そしてこの脱脂をしたブラックのプレートにこってみます。どうなんだろうね、これすごい楽しみなんですよ。はい、いきます。わあ、やばい。これはすごいぞ。これ今カメラで見えるかな。これはすごい。ちょっともうちょっと粉つけてみようかな。いや、これやばいな。ほんとね、もうこすってすぐにメッキになってきました。これ今カメラで見えるかな。相当すごいですこれ。ただ傷がある、ボディで言えば線傷とかあるじゃないですか。うっすらとした線傷、そういうのなんかがあるとそのまんま上にメッキになったような感じになるので、やっぱりこれ最初もしこの銀さんをやるときなんかはちょっとね表面はちゃんと整えてからの方がいいと思います。細かい傷気にしないっていう人なんかはそのままでいいと思うんですけれども、気になる方は本当に一回面検をしてから銀さんをねやった方がいいと思います。わかります？これちょっと今持ってきますね。ほらこれね元の黒でしょ。はい、じゃあどうなったか。じゃんじゃんじゃーん。ほらもう完璧鏡なんですよ。ちょっと今照明がすごいんで照明消しますね。ほらすごいでしょ。ここにアドバンの文字が見えると思うんですけども、これを銀さんのところにするとほらこんなに違うんです。これすごいですね。これね本当に1500円の白物です。じゃあここまでメッキになるんだったら正直これ今若干ねなんかカメラで見るとほらこの線傷がこういうの見えるでしょ。こういう線傷がうっすらとありますんで、ここら辺なんかをちゃんと磨いてからやればこういう線傷ねかなり本当の鏡になると思います。このプレート全部を丸々メッキにしてみたいと思います。いやこれほんとすごいね。ほらもう塗った瞬間ミラーですよ。あっという間。これ面白いですね。見事な。これねしかも粉ちょっとで全然メッキになるんですよ。だからこれ経済性もあるかもしれない。もうほんと蓋についてたちょろっとの部分を塗っただけなんで、それでこんだけメッキがかかるんで、これすごいね。こんなになっちゃうんだ。今これなんでちょっと傷があるプレートでやったかっていうと、大体の車って若干は傷あるじゃないですか。
なのであえてちょっと傷があるプレートでやってみたんですね。なのでこの状態でこんだけ綺麗になるんで、間違いなしに綺麗なボディ、線傷なんかがうっすら線傷なんかがないようなボディにやったら間違いなしにもっと綺麗になります。これはすごい、ちょっとびっくりしてます。はい、できました。こんなです。ほら、私の顔が見えるでしょ。これもともとはこの黒のプレートね、ライトに当ててもこんな感じ。まあでも艶があるからね、ある程度反射はするんですけど、まあ、鏡みたいにはならない。だけどもこっちのほらこんなに違うんですよ。見事でしょ。こんだけねメッキ感が出るんで、これはすごくいい。正直こんだけまさか鏡になるとは思いませんでした。そしてマーブラはこれでは終わりません。これ粉塗ってるだけじゃないですか、言うなれば。なので粉塗ってるだけってことは、自動車の場合って屋外で使った場合なんか雨とかいろいろあるじゃないですか。なのでこれをじゃあクリア塗ったらどうなるのか、これをですねちょっと実際に検証してみたいと思います。はい、それではですね、このメッキミストをあえて視聴者さんは缶スプレーで塗る機会とか多いと思いますので、あえて缶スプレーで塗ってみたいと思います。こちらは落下系の缶スプレーになります。これで早速塗ってみたいと思います。この段階でね、鏡のように綺麗に転写してます。はい、ということであれからですねクリア塗装をして、そして乾燥させて今終えました。結果はですね、ざっくり言えばまあメッキ感はあるけど、メッキ感はあるんだけど、最初の粉体皮膜をつけた時と比べるとくすみがかかったっていう感じなんですかね。なので、まあ、若干これ線傷なんかもあったんですけれども、まあ、その線傷を真っ平らにして綺麗な状態で粉体塗膜をつけたとして、それでクリア塗装をやってもやはり若干ねくすんじゃうメッキっていうのかな、シルバーではないんだけど一応鏡っぽくは見えるんですよ。ちょっとねこちら見てもらえればと思うんですけれども、こっちが元の黒ね、そしてこっちが今クリアを塗りました。ご覧の通りちょっとね反射はちゃんとしてるんですよ。なのでメッキっぽいっちゃメッキっぽいんですよね。メッキっぽいっちゃメッキっぽいんだけど、やはりちょっと粉状で塗っただけの時と比べるとくすみが出てる。なのでじゃあこれ自動車でどんな時に使ったらいいのかって言えば、粉状だけで使うんであるならば車内の触らないところ、例えばメーターのパネルの黒い部分とか、そこなんかを一回クリア塗装して、それで銀酸を塗るとかっていうのでもいいと思うし、触るところに関してはおそらくすぐその粉体皮膜なだけなので粉が落ちちゃえば艶がなくなっちゃうと、反射がなくなってしまうという感じになってしまいますので、触らない室内だったら OK だと思います。そして屋外で使うんであるならば若干のくすみっていうのを覚悟の上であれば、銀酸を粉体皮膜を作った上でクリアを塗っても OK だと思います。若干ちょっとシルバー色によるって感じなのかな。一応ね反射はしてるんで、通常のシルバーの塗装よりかはメッキっぽいって思っていただいて結構だと思います。なので、まあ、正直先ほども言った通り何万円もかかってのメッキ塗装、正直マーブラもそれをやりたいんですよ。やりたいんだけどやはりこれがないということで、まあコストを抑えてメッキ加工をする、そしてこの若干のくすみでも妥協ができるんだったら正直この銀さんほんと1500円ぐらいなので非常におすすめです。メッキにしたい、メッキが好きな人、メッキをねワンポイントだけつけたいとか、ワンポイントつけることによってねドアノブとかそういうところなんかをやるだけでも結構アクセントに、ね、なりますので、まあ、中にはメッキが嫌いっていう人もいますので、まあ、ご利用するつもりはありませんけれども、ちょっとポイントでメッキが欲しいなって人なんかに関してだったらこちらのこすって銀さんは有効なのかなと思います。私もねちょっと正直グリルをメッキ加工したいなって思ってまして、そのグリル
を1回黒に塗って、この銀さん塗ってウレタンクリア、缶スプレーのクリアでも同じなんですけども、塗った時にこのくすみ具合であるならば、正直劣化したメッキよりもよっぽどいいかなっていうのはマーブラ個人的には感じました。屋外でもちゃんとクリア塗装をすれば、十分使えなくはないのかなと思います。はい。このちょっとしたくすみが出ても OK という方だったら、全然屋外でも使えるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブランクの不定期な動画の配信が通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンにしていただいてですね、今後の動画もお楽しみいただければと思います。本日は M のいない一人の撮影でございましたので、のびのびとさせていただきました。それではまたお会いしましょう。さよなら。